今日はこの家庭用インクジェットプリンターでインクの部分だけがプリントできるパウダープリントフィルムの紹介をします。家庭用のアイロンプリントシートではもう最高峰の仕上がりです。余計な部分に、糊がつかない。で、このようにインクの部分だけプリントできる綺麗な仕上がりです。こちらの使い方、またポイントをご紹介していきます。こんにちは、クイックアートの東京ショールームの飛山恭平です。クイックアートはアイロンプリントシートの開発・販売メーカーです。今回ですね、新商品が出ましたのでご案内します。それがこちらです。パウダープリントフィルムです。こちら、今までパウダープリントシートとしてですね、シート、紙のシートとして販売していたんですが、今回フィルムとなって新発売になりました。それで変更点、パワーアップした点もございますので、こちらですね、実際先ほどご案内したようなですね、こういったプリント、インクの部分だけがプリントできます。これのやり方をですね、ポイントを押さえながらご案内していきたいと思います。今、撮影している、2024年のですね、8月なんですが、その時点でですね、こういった家庭用インクジェットプリンターでこういったものができるというのはですね、このパウダープリントフィルムだけになります。そして最初にですね、一番大きい注意点なんですが、このインクジェットプリンター、これはですね、全色顔料プリンターでないとできません。一般的には染料プリンターっていうものが多いんですが、一言で言いますと、エプソンさんのですね、PX シリーズでないとできません。今回使うのはですね、こちら書いてあるんですが、PXS505 でなります。でこちらのですね、プリンターセットというのはですね、17,000円で販売しています。17,000円あればですね、こういった白や単色生地でしたら、こういったインクの部分だけがですね、プリントすることができます。最後にこのいろいろプリントできるというのをご案内していきたいと思いますが、そういった業務用でしかできなかったような仕上がりがたった17,000円できます。一言で言いますと、白インクがないガーメントプリンターはもう十分これで対応できます。この A43 枚で1200円の税別で販売しています。これとこれでいろいろなものができる、そういったところですね、ご案内していきたいと思いますので、お付き合いください。では、どうぞ。今回作っていくパウダープリントフィルムなんですが、このパッケージの裏にですね、細かく製作の説明書がついています。基本、これを見ていけば大丈夫ですので、ご安心ください。こちらが表ですね。では、今からプリント、印刷ですね、していきます。この印刷はですね、結構ポイントとしてありますので、ご注意ください。まず使うインクジェットプリンター、ここからですね、口酸っぱくいっていくんですが、全色顔料プリンターになります。で、そういったものを現在撮影している現在では、エプソンさんの PX シリーズしかございません。で、それ以外のプリンターではちょっとできないというふうに、ご理解ください。以前のパウダープリントシートですと、染料プリンターでも選択に弱かったにさえできたんですが、今回のパウダープリントフィルム、これですね、新しくなってからちょっとそれが難しくなったことをご了承ください。では、今回この画像ですね、プリントしていきます。まずは印刷をしていきます。まず印刷するときなんですが、反転に印刷します。左右反転ですね。その後一つのポイントなんですが、プリンタードライバーの画面、このような画面があります。そして、エプソンスーパーファイン紙、綺麗で印刷をしてください。この設定がですね、一番綺麗な印刷になります。もう一つ、普通紙綺麗というモードがあるんですが、エプソンスーパーファイン綺麗の方がいいです。で、印刷を押します。このようにですね、普通紙を何枚かコピーをしてですね、後ろに置いて、で、この、フィルムを置くと、このフィルムのですね、印刷詰まりというのが少なくなります。これはアイロンプリントをよくやってらっしゃる方は知ってると思うんですが、このように一番正面のですね、フィルムが、印刷されていきました。これが例えばこの後ろのですね、このコピー用紙、10枚ほど今あるんですが、これがないと、詰まってしまうという現象があるので、そういったところで困っている場合は、このコピー用紙を後ろにしてください。で、こちら何回も言うんですが、全色顔料プリンター専用にやっています。これが普通の染料プリンター、例えばエプソンさんの、EP シリーズ、EW シリーズなどでした場合には、インクがですね、大きく弾いてしまう、ほとんど乗っていない、そういったことが起きてしまいます。印刷不良ができて、そもそもアイロンプリントができませんが、この PXS505 ですね、こちらであればできますので、ぜひこのお持ちでない方は、このパウダープリントのプリンターセット17,000円の税別で現在発売していますので、そちらをお求めください。
このエプソンスーパーファイン綺麗ですが、結構印刷時間が長いです。ただそのしっかり濃く出る、そういったところの特徴がありますので、はい、ぜひこちらの設定してください。普通紙綺麗だとどうしてもちょっと薄い印象です。こちらのですね、印刷している間にお見せしたいのが、今回のですね、データ、はじめに、このようにですね、印刷プリントしました。これですね、ちょっとご覧ください。はじめに私がやった時で、ちょっと薄いんですね。これ、インク残量が、はい、CMYK で、黒以外が少なかったです。そして、はい、インクを変えたらですね、これだけ大きい違いになりました。はい。今回できるのはこの仕上がりになっていくんですが、このような差がございますので、はい。インク残量気をつけてください。ちょっと薄い仕上がりになってるっていうクレームに関して、インク残量が少なかったらそれはそうですよという風になります。基本的にこのインクジェットプリンターというのはインク残量でこの仕上がりというところも変わっていますので、ぜひご注意ください。では今出てきていますのでお待ちください。ではこの印刷、やっと今ちょっと終わりました。その前にですね、お話したいのがこの、はい、濃さですね。プリントできるインクの濃さのお話をしたいと思います。こちらカラーチャートです。この真ん中が0になっていて、このですね、10%、20%、そういった細かい、はい、ものがあるんですが、比較的ですね、薄い色も濃い色もプリントができています。これちょっと当たり前って皆さん思われるかと思うんですが、以前のパウダープリントシートですと、この薄い色がちょっとうまくできなかったり、濃すぎるとまた、はい、インクの滲みができたりというので、印刷できる範囲がですね、ちょっと限定的なところはあったんですが、この、はい、カラーの、6、7割とかそのぐらいなイメージですね。一方、この新しいパウダープリントフィルムになって、この印刷できるカラーの範囲が増えましたので、はい、できるプリントの幅が広がりました。なので、そういった点でもですね、面白いいい商品になりました。では、こちら、はい、フィルムで反転印刷ができました。はい。で、これにパウダーをかけますが、この時間なんですが、あまり置かないようにしてください。時間なんですが、これ置いて乾いてしまうとパウダーがつきません。大体30分以内。できればもうすぐやっちゃってください。で、今からパウダーの付け方をご案内いたします。説明書の裏ですね。はい。こちらの裏に、このパウダーの付け方に関して、すごく細かく書いています。なのでご安心してください。これはですね、実際この動画でどのようになるのかご案内いたします。まずですね、この付属に入っているこの A3 の紙ですね。はい、2つ折りしている。これを広げます。で、その後、はい、この今印刷したパウダープリントフィルムを、はい、受けます。この時ですね、ちゃんと反転のところになるように、が上になるように気をつけてください。で、この後ですね、パウダーを、はい、この一本線のように、はい。これのすいません、パウダーなんですが、こちらもちゃんと入っていますのでご安心ください。わかりますかね、この真ん中にドンと、ではこのようにパウダーを敷きました。その後はですね、この両端をつまんで、はい、説明書通りになります。左右にこう滑らせます。すると、はい。この基本インクの部分にだけこのパウダーがついていきます。2往復ほどすれば十分です。軽くトントンして落とすと。以前はちょっとデコピンにやってたんですが、ほんとこれぐらいで、このパウダーの粉はですね、ちょっと、はい、かなり乾いたのでいい感じかなと思います。はい。そして、はい、この使い終わったこれですね。こちらの方を、はい、こちらの粉の方に戻せます。はい。イメージ言うと、イメージをもう実際もやっちゃいますね。こうやってすると、ちょっとごめんなさい、見えづらいですが、粉が落ちていきます。結構このフィルム、すいません、パウダーが再利用できるので、フィルムだけの販売もですね、ホームページでやっていますので、はい、このパウダーが余っているという方は、フィルムだけをですね、はい、ご利用ください。ちなみにこれ3枚セットのご案内をしていましたが、50枚、100枚、そういったロットで販売もしていますので、せっかくこれ専用のプリンターを買ったんでしたら、たくさんですね、使っていただければと思います。では今から生地へのプリントをご案内します。では今から生地へのプレスをしていきます。これも説明書にですね、記載していますが、注意点なんですが、アイロン台をですね、使わないと。アイロン台を使うんでしたら、こういった新聞紙をですね、敷いて、はい、ここにセットして、はい、プレスしてください。
この理由なんですが、アイロン台は硬いんですね。で、一方この新聞紙というのはですね、クッション性がありますので、はい、しっかりプレスがかかります。少しクッション性あるものでやった方がいいです。このラバースポンジマット、これもですね、A4 で、はい、このぐらいの価格帯で販売していますので、ぜひお使いください。ではですね、はい。この新聞紙をですね、ちょっと使ってやってみようと思います。段差があんまりないようにします。はい、こちら、ユナイテッドアスレさんの500103、メン T シャツにやっていきます。で、こちら、注意点なんですが、一回ですね、このセットすると、またインクが、はい、これ、乾いていない、少し、インクが、湿度がある状態ですので、ずれてしまいます。一回置いたら場所を変えない。これはちょっとですね、家庭用としての限界なところであるんですが、それをご注意ください。これはですね、はい。今、さーっと一回引きます。すいません。はい、このやり方、説明書通りにしていきます。はい。一回ですね、このようにアイロン中温にして、はい、押さえ込んでいってください。5秒4回。1、このぐらいします。3、4、5。はい、1、2、3、4、5。このあたりですね、アイロンプリントシート全般に言えることです。この動画でアイロンプレスのやり方をご案内していますので、ぜひですね、はい、ご覧ください。ちょっとそんな見てる時間ないよっていう方はですね、全体重をぐーってですね、はい、かけます。もう普通のアイロンがけで軽くやるのではダメです。上から下に押さえつけるような感じですね。はい、で、はい、4回ですね、結構多いですね。で、言いますと、このアイロン、このアイロンのですね、このスチームの穴が開いているものを使う場合は、そこはアイロンのプレスがかかりません。ご注意ください。このフラットなところだけがかかると。こういったアイロン、これも販売してますが、こういったフラットな、はい、アイロンの方がいいです。ではですね、ちょっとこれ時間が長くなりますが、はい、5秒ですね。1、2、3、4、5、ちょっとやっていきます。で、次にですね、ちょっとプレス機ご紹介したいのでご覧ください。先ほどの家庭用アイロンでしっかり押していくという作業でもできるんですが、どうしても負担がかかります。時間が。なので5枚、10枚、そういったものを作るとなりますと、しっかり押すというところの体力の負担、これをなくしたいという方でですね、このミニプレス機、こちらを使ってください。こちらですね、価格なんと45,000円であります。で、1回のプレスでもう A4 サイズ終わってしまいます。この時はですね、150度、30秒でしてください。このような感じですね。今のこれ。これですね、セットします。この横長になっていますので、横長に合わせます。こちらミニプレス機なんですが、非常に軽いです。重さですね、約8キロぐらいです。本当こうやって簡単に、はい、動かせます。でこちらで30秒。その時はもう特に何もしなくて大丈夫です。なので、世の中に安いプレス機もありますが、こちら圧力もしっかりしていますので、しっかりですね、プレスするというところに向いています。なおかつ、温度199度まで上がりますので、消化プリントとかそういったものにも使えていけます。はい、では30秒になりました。で剥がします。はい、では説明書でいきますと、こちら、約1分ほどですね、冷ましてから剥がす。では次はですね、こちらは剥がすのをご覧ください。では今このプレスキーでプレスをして3分ほど経ちました。こちらも冷めた感じですね。剥がしていきます。このようにできました。はい。で、ちょっと見ての通りですね。わかりますかね？ちょっと黄色っぽいんですね。これは顔料インクに熱を当てると、この黄色がちょっと飛んでしまう。これは致し方ないところですので、これの対処法というのは、はい、黄色くなる。これはちょっと難しいというふうにご理解ください。で、はい。この後にですね、このシリコン紙を上に引いて、またプレスをして、はい、完成です。生地になじまして、仕上げプレスをします。すると洗濯の強度が強くなります。洗濯堅ロードは4、5級ございます。はい、このようにですね、プリントができました。はい。もう余計な部分にですね、はい、よくあるような、はい、半透明の跡。はい、また貼った感じというのはなく、はい、
染まったような仕上がりに見えると思います。このようにですね、プリントが、白や単色生地になるんですが、家庭用のインクジェットプリンターでできてしまう。それに合わせたこのフィルムとパウダーのセットを販売しています。ぜひですね、こういったハンドメイド T シャツを作ったりするのが好きな方、若い方にしていただければと思います。では、いろいろ作ったサンプルがございますので、それとともに、最後まとめていきたいと思います。では、いろいろプリントしたサンプル、このように並べました。こちらでご案内していきます。このようにですね、綺麗なフルカラープリント、白 T シャツにですね、できます。で、白単色生地用となっているんですが、こちら結構濃いめの生地ですね。そういった濃い生地に対してこういった黒でしたら表現ができます。逆に黒い生地にこういった青いイラスト、逆転ですね、になりますと難しいです。基本的に生地の色に対して何か塗っているイメージをしてください。その時に生地の色に対して薄い色になりますと難しいです。このぐらいのですね、生地の色ですと、で、こういったフルカラーが出せます。結構綺麗な仕上がりですね。で、こちら、ナイロンの生地です。このぐらいの明るい黄色ですと全然問題なく、プリントできています。で、こちらですね、トートバッグですね。ちょっと生地の厚みが多く、厚いものは難しそうなところあるんですが、結構できていますね。こちらの音数はですね、ちょっと調べてご案内いたします。で、先ほど言ったこの、水色ですね。それに対して濃い色、赤、黒。こういったプリントは容易にできますね。シルクのようなそういった表現ができます。そして、本当ガーメントプリンターでやっているかのようなプリントですね。フルカラーで。結構細かいところまで表現できています。で、ご紹介できていなかった靴下。こういった子供用でしたらですね、可愛いものができていけます。で、このようにですね、パウダープリントフィルム新発売になります。商品 URL から、購入することができます。今までの旧商品、パウダープリントシートと比べて、できるカラーの範囲が増えたこと、そして選択の強度というのも強くなった印象です。なので、プリンターをですね、専用のものを揃えれば、なお、このアイロンプリントが家庭でもですね、楽しく幅広くできるようになりましたので、ぜひご利用してみてください。こういった商品は、この撮影日現在ではこのパウダープリントフィルムだけになります。ぜひお待ちしております。またご不明点やご質問点やコメントをいただければと思います。今日どうもご視聴ありがとうございました。